Each year in July at the Paris Nord Villepinte Exhibition Center, hundreds of thousands of passionate and curious people gather at one of the world's largest events dedicated to Japanese cultures, Japan Expo. With many industry appearances from the anime world, let's catch a glimpse at how anime is represented and celebrated in France by meeting with this year's guests. Studio Khara is an animation studio created by Evangelion director Hideaki Anno and has been in charge of the Evangelion franchise since 2006. To celebrate the 30th anniversary of Evangelion, its creators went around the world to meet with fans, and one of their stops was Japan Expo. To start things off, let's hear from Mahiro Maeda, one of the leading creative figures of Studio Gonzo, who joined Studio Khara in 2012 to work on Evangelion with his old friends. 前田真宏です。スタジオカラーに所属しています。エヴァンゲリオンの監督とかですね。最近だとジークワックスというのをデザインをやったり絵コンテをやったり、安野さんの自社映画のお手伝いをしたり、いろいろやっております。よろしくお願いします。一番大きいのはやっぱりシナリオですね。シナリオを読み解くことで、その監督が多分こういう雰囲気、こういう世界をやりたいんだろうなっていうのはまずベースにあるわけですね。さらにじゃあその上に何か面白いものが立てられないかなっていうことを考えます。でその自分流にこう解釈して、この場面こうしたら面白いんじゃない、こういうものが出てきたら面白いんじゃないみたいなことは割とこちらから自由に提案させてもらっていることが多いですね。あくまでその最終的にそれを選ぶのは監督の仕事なので、監督にさまざまその選択肢を与えるっていう仕事だと思ってやってます。このイメージボードの作り方は、宮崎監督の影響を受けたんですか？そうですね、やっぱ受けてると思います。昔はその画用紙に鉛筆で軽くスケッチをして薄く水彩で色をのせていくみたいな方法で描いてましたけど、その、技術的な方法ですよねがなんとなくその宮崎さんっぽくできるとうまく描けた気がするみたいな、そういうレベルで最初の頃はやっていましたけど、宮崎さんがイメージボードを最初に作るっていうことを教えてくれた人、ディズニーとか外国の大きなスタジオの人たちもやっぱ共同作業する礎としてイメージボードを作りますけど、それとはちょっと違う感じのその個人の作家がそのイメージを固めていくための、みんなにそれを伝えるための手段としてイメージボードを作る、それは宮崎さん風の作り方だと思うんですけれど、それにはすごく影響を受けていますね。言葉では伝わらないことも多々あるわけですね。その時やっぱ宮崎さんはとても絵の上手な人なので、割とサラサラっと描いた簡単に描いたスケッチでも十分に伝わるものがあるって僕なんかは感じるんですけど、そういう方法論に憧れたんですね。原画も動画も担当されたのが、はい、ちょっと気になりますね。安野さんが描いたところの動画もやりました。で安野さんが描いたオウムの足の動きが原画が足りないとか思って勝手に足したりとかしてましたけど、それはちょっと理由があってですね、その安野さんと僕とで宮崎さんのところへ行って、俺たちまだ大学生だったんですけど使ってくれって売り込みに行ったんですね。撮ってもらえたんですよ。なんか変なやつが来たって言ってやらせてみようっていうことで原画マンとして2人とも採用されたんですけど、結局安野さんはもうすでにうまかったんですね。で僕はまだ全然ペイペイというかただの素人だったんで、もうアマチュアで仕事したことがあるぐらいだったので全然ダメで、しばらく宮崎さんも辛抱強く教えてくれたんですけど、いや君はダメだなって話になって、ちょっと基礎からやり直しなさいっていう話になって、でそれでキーフレームアニメーターからインビトゥイナーにこっちをやりなさいって話になって、で動画もでも結果としてはそれとても良い経験でした。動画を基礎からやり、こうやって仲割りするんだよって一緒に仕事した香川愛さんとかにすごい教えてもらったりとか、色を塗ったりとか、ナウシカのスタジオは全部一つのフロアに全部の工程ができる体制だったんですね。だから色を塗って乾かしたり、あとそれを持っていって撮影台でシューティングですよね。シューティングのアシスタントを居眠りじゃ眠くなってもすごく単調な仕事なんで足でガシャンガシャンってやるんですけど、
脇にいて見てるとだんだん眠くなってカクッとかなって全然ダメだったんですけど、でもその企画文芸シナリオを作る企画を作るっていうところからフィルムを撮影して編集はなかったのかな、編集はなかったんですけど基本的に一貫して全部のどういうプロセスでアニメーションの映画が作られるかっていうのを目の当たりに見れたので、それはすごくためになりました。なんかねバースはすごく面白くてカナダ産のスタジオが主体になってメインになって作っていたんですけど、打ち合わせに行ったんですね。原画をやらせてくれるっていうんで「もう行きます行きますぜひ行きます」って言って、でカナダさんもすごく憧れの人でしたから当時からもうスターでしたし、で行ったらなんかね練馬の西武線という私鉄沿線にあるなんか傍らにあるちっちゃなアパートの一室かなんかでなんかとてもこじんまりしたスタジオだったんですよ。なんかそこに作画机って分かりますかね、そのアニメーションのアニメーターが使う灯火台のついた大きな机をぎゅうぎゅうに入れてあって、そこに人がぎゅうぎゅうに入って仕事をしていて、すっごい狭苦しいところで仕事をしてて、なんかこう出来上がったものとのギャップがすごいっていうか、すごくなんかね思い出深い。金田さんすごくとってもいい人なんですよ。僕らの世代からするともうアニメージュとかで特集されて、一人のアニメーターがその名前を出してもらえるスターになれるっていうの先駆けの人なんですね。ですごくかっこいい絵を描く人だ、どんな人だろうって思ってたらめちゃくちゃフレンドリーなフラットな人で僕らみたいなどこの馬の骨ともしれないペーペーの学生に対してもすごく優しい人でした。いろんなことをねなんか教えてもらいましたけど、でも一番教えてもらったのはジャズの話かなみたいな。ヘレン・メリルとかクール・ストラッティンとかなんかねいろいろアルバムを貸してレコードをビニールを貸してくれて、そういうのを教えてくれたので一番僕にとっては思い出が深いですね。前田さんが昔浅田真さんとやってた同人誌の浅田真さんのイラストを見て、カナダっぽくなありますか？ですよね、わかりますわかります。そうなんですよ。結構カナダさんの絵ってすごく特徴的でナウシカの時も結局宮崎さんはカナダさんのレイアウトは直さなかったんですよね。あまりにも絵が異質なので違うので宮崎さんの絵とでどうしようって多分思ったと思うんですけど、普通だったらそういう時って早尾さんは決断早くてだいたい捨てちゃうんですね。ポイってゴミ箱に捨ててしまって一から自分でラフレイアウトを書いてこれで やり直してって返す人なんですけど、それをしないでもう丸ごともういいこのまま使うって言って、だからやっぱすごく違う異質な絵だけどいいものがあるって思ってたんですね。自分はこの絵が好きだと。で多分壊したくない、自分が下手に手を入れると普通になっちゃうって多分分かっていて何もしなかったと思うんですけど、絵に力のある人だったんですね。で沢本さんとかともやっぱ金田さんの画集とかバースとか見てて、やっぱ独特の各女の子の色気というかセクシャルな感じだったりとか、あとエフェクトとかのスピード感やかっこよさだったりとか、力のほとばしるような力の感じであったりとか、やっぱそういうものはすごく影響を受けてやっぱ真似をして描いてみたりしてましたね。Studio Kara is famous for its innovative digital department. Let's hear from our second guest, Yusuke Matsui, one of its main figures. スタジオカラーで今回シュガーシュガールーンでドゥ・ソルシエルズの監督しました松井と申します。デジタル部っていつできたんでしたっけ？そのぐらいですかね。その時はもうすごい少ない人数で、やってました。今30ぐらいになったんじゃないですかね。割と増えたと思います。はい、最初は3、4人ぐらいだったと思います。はい、そこからちょっと増えて今30人ぐらいじゃないですかね。新エヴァンゲリオンの時はもう本当にひたすらやっぱり若い子にやってもらうみたいな感じでやってたんで結構教えてましたね。今でもセミナーとか行ったりして教えたりしてますし、はい、どちらかというと教育の方がちょっと多くなってきてはいます。はい、もともと前美容師やってたんで、その美容師辞めて
専門学校入って1年間の勉強でなんとか CG を身につけたっていう感じですかね。授業内容、いやそれでいうと結構放任というか、なんか投げっぱなしだったんで、教科書で見ながら自分なりに友達と教え合ったり勉強したりして学んでました。先生あんま教えてくれなかったですとにかく自分でやっぱりやりたかったんで自分で勉強したって感じですかね。卒業して直後はサンライズ、今でいうとバンダイナムコピクチャーズとかのサンライズでフリーダムって大友克洋の日清のなんかカップヌードルの CM あったんですけど、それのフリーダムっていうやってました。あれはフル CG のアニメだったんで、あっこからですね僕の CG アニメは。もともとコンポジッターだったんですよ。その時がライティングだとかコンポジット、なので結構その影をいかにセルルック調にするか、そう当時あの時にフリーダムの時、フリーダム出たての時ってセルルックアニメは出てたんですけど影がすごい汚かったんですね。だから適当なライティングでそのぐちゃぐちゃな影が結構どうも許せないということで、割とこうライティングをかなり調整してセルルックっぽいいわゆる綺麗な影に落とし込んで、調整してましたね。だからライトが顔だけのライトと体だけのライトを別にしたりとか、手だけに当てたりとかみたいないろんなことしてました。細かい仕事で。いや細かい、めちゃめちゃ細かかったですね。人のアニメーションを基本的に人がカットができたアニメーションをもらって、ライティングだとかコンポジットをしてたんですけど、やっぱりいいアニメーション、いわゆる OK になったテイクをずっと見てたんで、そういうのも勉強してたっていうのもあるかもしれないですけど、あとは本読んで結構独学で勉強させてもらってアニメーターにはなったかなという感じですかね。まずはやっぱりどのぐらいのサイズなのかっていうことと、どういう動きをするのかっていうのはやっぱり例えば YouTube とかでその昔のアニメを見たり、実際のクレーンとかそういうトラックとかの動きを見てこの揺れ方とか研究したりとか、基本的にはそういう研究から始まりますね。あとは監督が何したいかっていうのはそこも話し合って、そういう風な感じで研究して、そこから一回じゃあ触ってみるかみたいな感じでやってる感じですかね。リグ入れる時にもこうしたいからこういうリグを入れてくれっていうのは事前にやっぱりまずはやっぱり絵コンテ見たり監督のやりたいことっていうのを聞いた上で、こういうタイプですかね。例えば今井さんみたいなもう誇張が激しいアニメだったらそういうリグにしますし、めちゃくちゃ真面目なリアルなザ人間みたいなちゃんとした動きにするんだったらまた変わってくるしみたいな感じで、割とリグにも打ち合わせを密にしてます。カセットガールとか結構がっつり作家としてやってましたね。パトレーバーリブートは作家というより一人でアニメーションをほとんどやってるんですよ。あれはどっちかというと作家という一人でほぼつけた。他に一人はちょっと助けてもらったんですけど、基本的に一人で全部ロボットのアニメーションをつけてます。だから作家というよりアニメーターですね。あの時パトレーバーも面白かったし、やっぱり自分のイメージした流れができるんで、やっぱりある意味大変かもしれないですけど、ある意味楽だったんですよ。自分のイメージ通りできたから、指示しなくても自分が手を動かせばよかったんで、すごい楽でしたけどね。基本的に全部自分でもう監督とやり取りして、作家は入ってないです。深夜版もメカ作家っていうのはいなかったんで、基本的には、僕がディレクションして、庵野監督鶴巻監督に見てもらって OK もらって終わりみたいな流れです。パトレーバーは重さっていうのとその質量ですね、ゆっくり動くみたいな、ああいうのを結構イメージしてたんで、全然エヴァとは違いますね。うちの社長監督社長の安野秀明が一番 CG で期待してくれてるのはパースが狂わないっていうことですかね。要は絵が壊れないっていうか、 CG だと絶対物がちゃんとあるんで、どんなに回転しても形が崩れないんですよ。作画さんってどうしてもやっぱり一枚一枚描いてるから多少崩れる、それの良さもあるんですけど、うちの社長はパースが崩れないというところに重きを置いてるので、そこが多分だから絶対の信頼を置いてくれてるので、ロボット系とか、あとはディティールですかね。やっぱディティールが深夜版見てもらうと分かるんですけど、ディティールが圧倒的に多いんですよ。ロボットの細かい
らそういうのもやっぱりやりたいことの一つなので CG でしかできないことはそこですかね。あとは部屋の例えばこういう空間のレイアウトを撮る時も CG で一回レイアウトを撮って作画さんとか美術さんに発注みたいな感じになってるんで、基本的にその形が崩れないとか正確なサイズっていうのを重きを置いてるので、うちは割とそこが CG の強いところかなと思ってます。2D と 3D も別チームになってるんで、先に 3D でレイアウトをデジタルで作った後にお渡しして作画さんがそれに描くみたいな流れが多いんじゃないですかね。まあ、もちろんその最近はその作画さんも 2D 作画さんも CG ソフト使えるようになってきてるんで、自分でブレンダーでレイアウト取ってその上作画するっていう人も増えてきてるようです。まあ、CG と 3D の組み合わせは、絵コンテの段階から、お考えそうですね、処理打ちっていう、ちょっと日本独特の言葉なんですけど、どういう処理にするかっていう打ち合わせがあるので、処理打ちっていうのをして、そこで演出さんと話し合って、ここは CG の方がいいかな、ここは作画がいいねとかっていう話はしてます。ここは美術もしくは 3D 美術みたいな、やっぱコンテの内容に書いてるので、回り込みみたいになったら CG 出しとか、そういった細かい打ち合わせはしてます。基本的に美術っていうのは他の会社としてあるので、あまり社内に美術っていうのはいないんですけど、基本的には打ち合わせをして、こういう美術にしたいからっていう打ち合わせをして、イメージボードとか書いてもらいつつ、こっちの方でレイアウト、カット作業入ったらレイアウトを CG で撮るか作画で書くかはやるんですけど、その後に美術発注みたいな感じですかね。うちの会社でいうと弊社はその 3DMAX っていうソフトからブレンダーに変更したっていうところが一番大きいのかなと思ってます。ここ最近なんで3、4年ぐらいですかね。はい、どんどんブレンダーってなんかすげえソフトだぞみたいなのはツイッターでいわゆる一般の方が趣味でやってるのもすごいそのクオリティ高かったんで、そういうのも見て、あれうちらでもこれ使えんじゃないっていう風になってやってました。いろんな人が触ってるんですね。そうした時にボーダーレスになる可能性があって、それはどういうことかというと、ある会社でやっぱりソフトが違うと一緒にできないんですよ、プロジェクト。そうした時に一緒のソフトだと話が早い、すぐ一緒にプロジェクト、じゃあ参加しよう、みんな参加しようぜっていうのがどんどん大きくなる可能性が高いのが今ブレンダーかなと。いろんな人が触ってるし、いろんな会社も導入し始めてるので、そういう意味で言うとボーダーレスになるとより仕事がみんなとやれるっていうのが結構大きいメリットかなと思います。はい、やっぱり CG で求められることが増えてきてるんで、レイアウトを撮るのもやっぱちょっと CG 最初にレイアウト撮ってくれとか、キャラクターも CG ができるようになってきてるんで、じゃあちょっとキャラクターもやってくれっていう風な、やっぱりそうですね、秀明がCG 好きなので、かなり重宝されてるのではなかろうかと思ってます。はい、うちやっぱりロボットが多いので、もうちょっと一芝居っていうのをできるようにやっていきたいなって、ちょっと自分もやっぱり結構少しはやってきたので、もうちょっとみんなにも一芝居とか表情、顔の変化とかみたいな、そういった心理描写みたいなのはもうちょっとできるようになってほしいななんて思ったりはしてますね。Our last guest is one of the most important voices of Evangelion, none other than Yoko Takahashi, the singer of A Cruel Angel's Thesis, the series' opening theme. Bonjour! 高橋陽子です。今日はよろしくお願いいたします。両親は合唱団で出会って、恋愛結婚しているので、割と小さい時から音楽が身近にありました。で、父からピアノを習ったりということがあったので、私の音楽のベーシックは父が与えてくれたと思っています。合唱団は小学校2年生、8歳から高校2年生は何歳？17歳までぐらいです。はい、デビューは1991年にPS I Miss You という曲でデビューしました。で、この時は急遽歌う人を探してたので、それで私が楽譜を読んで歌うことができるので、じゃあ陽子ちゃんがいいだろうということで声をかけていただいたのは高社長ではない人です。で、それがデビューになって何曲か歌ってる間に高社長がこういう曲歌ったらどうだっていうことで、ドラマの
中に入る曲ですとか主題歌ですとかっていうのをプロモーションしてくださって、キティレコードの、当時やっていたメインの CD 制作はアニメーションのイメージアルバムというものをたくさん作ってました。でキティレコードの中で有名なものは「うるせえやつら」とか、それから「ランマ2分の1」とか、それからいろいろあるんですけれども、私が歌ったのは「サイレントメビウス」という作品のイメージアルバムの中から歌わせていただいたりっていうことで、そのあたりの作品はいくつか歌ってたと思います。すごく直感力のあるアーティスティックな気質のプロデューサーだと思います。で私も、キティレコードでデビューした後に陽子ちゃんはこういう曲を歌うといいよとかって言ってアドバイスをもらって映画の主題歌も歌わせていただいたことがあります。まずオープニング、自分の歌が映像について初めて流れるというのは私もテレビで初めて見たので、もうファンの皆さんと一緒の状態でした。でこんなに歌と音楽と映像がぴったり合っている、シンクロしているっていう作品は初めてじゃないかと思うぐらい非常に感動したのを覚えています。1話から全話見ました。で3話ぐらいまではこれは一体どういう内容なのかなと思っていたんですが、3話を過ぎてから4話ぐらいからすっかりハマりまして、完全なるエヴァファンになりました。26話ですか？皆さんいろいろあると思うんですけど、私は実は大好きです。というのは非常に哲学的だっていうふうにエヴァンゲリオンは言われているんですが、その中でも最も哲学的だと思うのが私は26話だと思うからです。で例えば自由ということの表現テーマ、自由っていうのは実は不自由なのかもしれないという非常に哲学的な要素が満載で、フリーだと重力もない、だから定まらないけれど重力引力によって自分がそこに立つことができる。でもここで一つ自由は奪われてるわけですよね。でも本当に何もなかったら自由に楽しむことは難しいと思います。そういったことで最後形になっていくっていうことでいうと、私は最も人間の哲学的な、人によって答えが全員違うという答えを表しているのが26話だと思います。詐欺師郎先生はサウンドトラックの方でもう初期からずっとやってらっしゃいました。であと詐欺師郎先生がエヴァンゲリオンをやる前からとても有名な方なので一方的に存じ上げていました。でエヴァンゲリオンの時にどこかでチャンスがないかな、どうかなと思っていて、カバーアルバムを入れた中で魂のルフランをアレンジする人誰がいいかなっていう話になった時に、もうこれは詐欺師先生しかいないと思ってお願いをしたらいいですよということで、そこで初めて直接的なレコーディングとかお仕事というのは、魂のルフランのアレンジをしていただくことがスタートで、その後そのエヴァンゲリオンの作品の中で使われたものをソロで歌わせていただいたりとかっていうものは全部佐木先生にやっていただいて、例えば最近ですと「What If」という曲は、BGM で使われていたものを私も映画の中で合唱でコーラスで参加してるんですけども、それをソロ用にアレンジをし直していただいて、でソロで歌ったりっていうことがあります。どう思いますか？あれはにゃんこ大戦争の皆さんがこれはぜひやってほしいっていうふうに言ってくださった時、会社の皆さんはオファー受けてもらえないだろうなと思って連絡をいただいたんですけど、もう楽しくてにゃんにゃんで歌えるなんてやってみたいなと思ったので、もうすぐやりますというお返事をしたらすごく喜んでいただいて、で私もやるからには真剣ににゃで歌い通そうと思って結構しっかり歌わせてもらっていい思い出なので、このバージョンも大好きです。アニメソングって私のものではない。1995年に
出したその曲のイメージがやっぱりファンの方は大好きなので、なるべくそれを崩さないように、気をつけてるんですけど、やっぱり年も取りますし声も変わるので、その当時の真似をするように気をつけてます。なので今でも CD の音源を聞いて歌い方とかあまり違わないようにキープすることをしてるので、そのためには毎日練習しないとやっぱりできないので、若い頃は毎日練習してなかったんですけど、だいぶこのぐらいの年齢に近い、もう10年ぐらい前からは本当に真剣に毎日練習するようにして工夫をして声ももっと出るようにという努力を割としてるので、前よりも音域が広くなりました。はい、エヴァンゲリオンの主題歌というアニソンはエヴァンゲリオンが大好きなみんなのものなので、私が自分のアイデンティティをそこで出すということはしないようにしています。With this, we conclude our trip to Japan Expo. We hope you'll come visit next time. In the meantime, if you liked our interviews, don't forget to like, subscribe, and share them around. Feel free to check out our newly opened Patreon and its exclusive perks as well. Every contribution helps. We will see you soon for Anime Mind Probe's biggest project to date. Stay tuned.